出汁がしっかりしてないと話にならない。めっちゃいい香りがします。うまーい。はい、こんにちは、インドカリーコです。もう最近夏野菜がめちゃめちゃ美味しくて安くなってきたシーズンじゃないですか。ということで今日は私の好きな夏野菜をたくさん詰め込んだ夏野菜スープカレーを作っていこうかなと思います。早速材料紹介ですね。まず基本のカレーセット、玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜はご用意ください。で、過去に、スープカレー何度か紹介したことがあるんですけど、その時はキャベツとかレンコンとか冬に安い野菜を使ったんですけど、今だとじゃがいもかな。あとはね、人参はオールシーズン絶対入れてください。それとあとしめじですね。きのこもうまみになるので絶対入れます。えのきとかエリンギとかでも OK です。 50g 分使っていきます。それとお肉は今日ですね、手羽元を使います。骨付き肉だとうまみが出るのでね、だいたい 300g から 350g、 6本程度ご用意ください。ということで早速野菜の下準備からいきます。まずね、玉ねぎちゃんなんですけど、玉ねぎね結構今日は大きかったです。半分で 200g あったので、ちっちゃい玉ねぎの場合はもしかすると1個で 200g になるかもしれません。で、今日はみじん切りにします。久しぶりですね。もうみじん切りの時は何も考えずチョッパーを使います。チョッパーを使うことによってムラなく均一に繊維が分断される方向に玉ねぎが切れるので、めちゃめちゃ炒まるのが早くなります。はい、全部入れたら冬に私ジム通いしてるって言ってたんですけど、もうジムに通うのやめたんでもやしみたいになってきてます。はい、こんな感じでね、あっという間ですね。みじん切りきれいにできました。そしたら他の野菜ですね、ニンニクと生姜をすりおろすので、チューブでも OK です。だいたい1かけニンニクと同じ分ぐらいの生姜1かけ分ご用意ください。トマトは半分ですね。半分だいたいね 75g ぐらいでした。これは大きくくし切りで OK です。終わり。次、じゃがいもは私じゃがいもすごいでかいのが好きだから、こんな感じで大きく切らしてもらいます。4等分ですね。スープカレーの素材だけはほんとマジででかくあってほしい。人参ちゃんもちょっとここのヨレヨレしてる部分を落として、こう切ってこうかな。大きく4等分していきます。あ、これで下準備終わりだ。早速炒めてまいりましょう。前回前々回はカレー粉で作るレシピをご紹介したんですけども、今回はカレー粉じゃなくて一からスパイスで作る本格的なスープカレーをご紹介しようかなって思ってます。もちろんカレー粉でも代用できるので、カレー粉の代用方法は後でお話しするので、それもチェックしてみてください。じゃあ早速いきますか。まずフライパンに油を大さじ1杯ほど引きます。基本的にはスパイスカレーとそんなに変わりはないです。まずカルダモンを4粒ね。で、同量のクローブ4粒ね。で、シナモンはね、4センチぐらいなんだけど、ちょっとちっちゃめね。ちっちゃめを選んでください。あとは、ローリエもしくはベイリーフ。私はベイリーフのこの死んでしまったような、もともと死んでんだけど、ベイリーフを1枚分ぐらい使います。まず、フライパンで油でスパイスを熱します。ホールスパイスは香りのスパイスなので、最初に香りを引き出してから後からじっくり煮ることで完全に香りが出ます。なのでこの段階は香りが起きやすくなる状態を作ってあげてる。ここだけだと香りは完全に引き出せないので注意が必要です。で、カルダモンがちょっと膨らんできてあげたら、後入れでベイリーフちゃんも入れてあげます。そしたらもうすぐにね、玉ねぎ入れちゃいます。やっぱりね、ホールスパイスから作るスパイスカレーは香りがいいです。なんかね、カレー粉って基本的にはもう香りがね、落ち着いちゃってるスパイスの香りがするんですよね。あともう一つ、カレー粉っていうのはターメリックが主原料としてすごく多いんですよ。なのでターメリックの割合がすごい高いカレーになっちゃうんですよね。でもスパイスカレーはターメリックの割合とかをもう少し減らすことができるので、湧き立つような爽やかな軽い香りを作ることができる。もちろんね、カレー粉でも OK。 カレー粉だと大さじ2ね、大さじ2で代用できるので、こういうホールスパイスとか全部省いて作ってください。とりあえず玉ねぎをここから、だいたい10分ぐらいですかね、茶色くなるまで炒めていきます。は
い、では10分ほど炒めました。結構ね、もう茶色くなってます。新玉ねぎなのでいつもより少し時間かかっちゃったんですけど、この状態になったらニンニクと生姜入れてきます。ニンニクと生姜はね、1かけって言ってるんだけど、すごい大きい1かけを使ってます。普通のちっちゃい中国産ニンニクだったら 2,3 かけ分ぐらいありそうなんですけど、私ニンニク大好きなのでいつもでかいニンニクを使ってます。ニンニクと生姜はチューブでも代用は可能なので、お好みで小さじ1杯ぐらいブチューって入れてあげてください。はい、そしたらね、ちょっと軽く炒めてあげて、トマトを入れます。トマトも潰していきます。冬はね、トマトが高いからいつもトマトジュースを使うんですけど、夏はね、やっぱ完熟トマト、フレッシュトマトで作るとめっちゃ美味しいです。で、トマトはよくね、炒めるといいです。よく炒めるとトマトの感じは出ないのに自然な甘みと旨みがつくので、ちょっとねしっかり炒めてあげるのがおすすめです。こんな感じでね、トマトの皮だけ材木になったら、はい、これで OK。 火を弱めます。そしたらここに粉のスパイス入れてきます。カレー粉で代用する人はカレー粉全部ここで入れてください。まずパウダースパイスね、粉のスパイス、コリアンダーが大さじ1で、クミンが小さじ2でしょ。で、パプリカが小さじ1、チリペッパー小さじ1/2、ターメリック小さじ1/2で、今日はここまででいいんだけど、お持ちの人は加えてみてねっていうスパイスですね。僕はぶっちゃけ省略しても OK です。バジル、乾燥バジルですね。普通のやつはこうつぶつぶしたやつで持ってる人いると思うんですけど、私粉のやつで持ってるんで小さじ1/2、あとオレガノ小さじ1/4、タイム小さじ1/4で、同時に塩も入れます。ぽい。めっちゃいい香り。私今までカレー粉とバジルだけでいいよって言ってたけど、やっぱね、タイムオレガノは一気にうわーっていう幸せ感が追加されます。スパイスを入れると一気に粘度が上がります。はい、でここにお水を入れていきます。 500ml ですね。入れてあげて、もうそしたらもうあと煮込むだけですね。よーくこのカレーのペーストを伸ばしてあげて、このブナシメジちゃんと鶏肉を入れていきます。うわっ、人参も入れていいんだけど、じゃがいもだけはね煮崩れる可能性があるので途中で入れようかなと思ってます。人参としめじちゃんとお肉からは出汁が出るので最初から入れてじっくり煮込みます。で、スープカレーっていうのは結局何なのかっていうと、出汁とスパイスの共演なわけなんですよ。だからスパイスもしっかりだけど出汁もしっかり、出汁がしっかりしてないと話にならないで、正直言うと本当はスープカレーって今入れた水を出汁にしないといけないんですね。でも出汁を取っていることなどしていない私は。ということで、出汁を簡単にできる文明の利器を使いましょう。だしの素、かつお系の出汁を入れます。かといっていっぱい入れちゃうとまた話が違ってくるので、小さじ1/2杯入れます。はい、これで魚介だしは終わり。白だしとかでもいいですよ。あとはだしパックでも全然 OK。 あとは野菜だしも加えましょう。鶏だしは手羽元から出るので、魚介と野菜はこれで補強しましょう。コンソメです。私絶対スパイスカレーにはコンソメ入れない主義の人なんですけど、スープカレーだけには絶対入れます。そもそもそんな野菜がね取れないですからね。これでもうねスープ完成ですね。そしたらあと煮込むだけですね。正直私は手羽元はホロホロホロってしてるのが好きなので30分以上は煮込みます。ただじゃがいもは30分煮込むと煮崩れてしまうので、残り15分から20分ぐらい経ったら入れるところですね。ということでまず10分ほどお待ちください。はい、では10分ほど経ちました。見てみましょう。オープンじゃがいバタ。めっちゃいい香りがします。まずね、ちょっと大きくかき混ぜてあげたらですね、じゃがいもを入れていきます。じゃがいもちゃんは今日すごく大きく切ってるので20分煮込むんですけど、ちっちゃめに切ってる人は多分10分15分ぐらいでいいと思います。ちょっとね、じゃがいものサイズとよく相談してください。火がボコボコしないところにじゃがいもちゃんをね、煮崩れないように置いてあげて、ボコボコするところに鶏肉ちゃんを置いてあげて、20分ぐらいかな煮込んでいこうと思います。で、この間にトッピングの準
備をしていこうかなと思います。まあもうスープカレーといったらトッピングじゃーん。いやちょっとね、赤と黄色と緑と紫、まあそれぞれね虹を作るのが私の中でスープカレーベストなんですよ。で赤はまあパプリカじゃん、大体カラーピーマンかパプリカで、黄色は黄色パプリカかかぼちゃだったのよ。でまあパプリカ来たからかぼちゃ買おうかなと思ったらね、今日かぼちゃがね高かった。安い黄色パプリカになりました。で緑はピーマンじゃなくてさやいんげんかオクラでもいい。でもさやいんげん高いからオクラにしようかなと思ってたんですね。でそれオクラって大体1パック98円ぐらいのイメージだったんですよ。で買いに行ったら158円でやめました。あと紫はもうねナス、もうナスはね夏野菜のね定番なので、ナスか全部ナスかじゃんってなったので、卵も作ったことかなって思ってます。卵はゆで卵にしときます。お好みの分数入れといてください。で夏野菜の方はですね、何使ってもいいんですけど、ピーマンちゃんは1個でいいや。種を除いてあげて、ちょっとヘタ切ってあげて4等分に、まあちょっとね大きめでいいと思います。こんな感じで終わり。あ、ししとうでもいいね。ししとうでも絶対美味しいと思う。でナスはガクを切ってあげて、まあ私の好きなやり方は細長い感じに切ってあげるやつが好きです。こっち側はちょっとね切れ目を入れてあげるとなんとなくおしゃれになるかもしれない。でもとてもめんどくさいのでやらなくてもいいです。でパプリカはぶっちゃけね少ししか使わなくていいのよ。こんぐらい。パプリカの国内生産1位の県はどこでしょう？はい、宮城県です。我が故郷宮城県でございます。はい、こんな感じで切ってあげたら、夏野菜のトッピングの準備は完成です。ちょっと煮込んでる隣でもう焼いちゃおうかなと思います。まずは、ナスだけ先に炒めます。ナスはフライパンに引くじゃん。でその後にまずこの白い部分にお塩をね少々振ります。ほんのちょっとで大丈夫です。それでちょっとね塩振ってあげて火つけます。ちょっとね油は火つけてから入れます。理由はナスって油をマジで無限に吸う生き物と思ってるんですよ。でちょっとね軽く表面にこう水を出してから油を入れるとそんなに吸わないってことに最近気づいたので、まず塩をまぶして少し温めて表面に汁気を出してから油を加えます。もちろんスープカレーは夏野菜を素揚げにしたものが一番うまいっていう人はそうしていただいて全然大丈夫です。弱火でちょっとねじわじわやっていくとですね、ナスちゃんがだんだん表面がね汗をかいたような感じになってくるんですよ。ちょっと表面に水滴が出てきたなと思ったらチャンスでございます。ここから油を入れるとそんなに大量の油を入れずにきれいにね揚げることができます。大さじ1杯ぐらい。そうじゃないとほんとナスって無限に油吸っちゃうから、こういう風にやるとすごい油を節約できます。油を節約できますっていうのはカロリーを節約できますっていう意味です。ほらいい感じにね油全部吸わない感じじゃん。そしたら火上げて OK です。ナス私もともと好きじゃなかったんだよね。その油がすごい吸うのが嫌だったの。でもこのやり方覚えてからナス料理得意になって結構ねいろんなナス料理作ってます。でナスがしんなりしてきたらもうパプリカ入れちゃいます。パプリカはね基本的に私生でも食べられると思ってるからあんまりクタクタにやるの好きじゃないのよ。でピーマンもほんとね軽く火通すぐらいで OK。 ナスのね下に持ってっちゃいましょう。こんな感じでピーマンもパプリカも背中側にちょっと焦げ目をつけるような感じで火を通していきます。カレーの方もちょうど30分だったんでね火を消しておきましょう。ちょっと押し付けるようにしてあげるとピーマンちゃんが軽く焦げ目がついたらもうこのまま余熱であと火通しちゃいます。でじゃじゃーん、カレーもちょうどできた頃合いなので見てみましょう。オープンザカリーパラ。うわー、めっちゃいい香りする。ちょっとねこれ最後に水分と塩は調整します。これフライパンで作るのか鍋で作るのかで全然話が変わってくるので、ちょっとね味を見て濃ければ水、薄ければ塩、これがね基本なので味見たーい。うまー、めっちゃうまいけどなんか私だいぶ煮詰まっちゃったので水を 100ml 足します。やっぱねスパイス自分で調合した方が自分の好みに作れるわ。うまーい。
超ちょうどいい。天才。最後盛り付けていきます。ちょっとね大きめのお皿で、最近行ったねなんかスープカレー屋さんのこういう感じの大きいねお皿に盛り付けるタイプだったんだよね。でそうするとトッピングもね綺麗に見えていいなと思ったので、今日はそれやってみようと思います。まずカレーですね。もうねじゃがいもデカデカしみしみがね最高なのよ。まずベースのカレーを注いであげるじゃないですか。でトッピングですね。ちょっとベイリーフは除く。まずピーマン、ナスちゃんここら辺にいっちゃう。平たいナスちゃんとしましまナスちゃんね。これはトッピングのセンスが問われるやつですね。でもスープカレーなんてトッピングきれいにしたらもう何でもいい感じに見えちゃうから、トッピングに命かけるんだよ。はいとパプリカちゃんね。ほら虹ができたじゃん。そしたら最後に卵ちゃんいこう。卵ここら辺。はい、ほら見てください、完璧です。夏野菜スープカレーの完成でございます。食べましょう。はい、ではではいただきます。めっちゃいい香りでございます。ちょっとまずスープだけいただこうかなと。うまっ、過去一だわ。ちょっと今日は少しハーブ多めにしたのが正解だったのかもしれない。あ、そうスープカレーのご飯の食べ方っていろいろあるんだけど、ご飯すくってこうつけで食べる人もいるんだけど、私はねインド風にかけて食べる派です。うまー。ちょっと箸使わせてもらいまして、手羽元ちゃんもいってみます。ホロホロだ。やっぱ30分煮込むとホロホロですね。もしスパイス全部揃えられたら結構ね感動すると思います。スパイス揃えられなかったらまあ揃えられるものだけ使ってほしい。パウダースパイスは使ってほしいかな。でまあハーブかホールスパイスかで迷ったら、まあスパイスカレーにも使えるからホールスパイス。ハーブはねいろんなね洋風の料理も使えるから、もしご興味がある方、一歩進んでみたい方は買ってみてください。ということで今日もめちゃめちゃうまかった。次何作ろうかな、ちょっと考え中ですけど、夏っぽい料理を作ろうかなと思います。皆さんのコメント、高評価、リクエストもお待ちしております。チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ちょっとサバ缶愛がすごい強いからサバ缶の話たくさんしちゃったんだけど、サバ缶加えてあげたら軽くかき混ぜます。生トマトのうまみを楽しむためのカレーといっても過言ではないぐらいなので、めっちゃ美味しい。